人類のあらゆる文化の源見たから。はい。これほど素晴らしい宝は世界で他にありません。素早く、たやすく、心地よいあらゆる人向けの生活習慣。日本の信州稲谷で純粋保存されていた、誰でも自ら闇を照らして晴らす術生活習慣。3つで1つの無形文化財を受け継いできた詩人でダンサープレジャー G さんの実用やってみよう K チャンネル、今日も始まるよ。今日からの新しいシリーズは、命はこうしてへめぐっているというわけで、いつでもどこでも誰とでももっと心地の良い方へ向かって流れて動いて育っている我々のこのバレバレの命、すべての命に共通している命のプロセス、へめぐり方。命はプロセス4つでへめぐる。生命は、あらゆる生命はプロセス4つでへめぐっている。いつも心地よい方に向かって流れている命は、じゃあどんな風に流れているのか、すべての命に共通している命の流れて生き方をお話しします。よろしいでしょうか？ OK？ はい。でこれをわしのばあちゃんは、命がへめぐる、命へめぐる、へめぐるって呼んでいた。命が経て、いろんなところを経て巡る、経て巡る、経て巡る、季節のように巡る。この四季がはっきりしているいろんなね、地上のいろんな土地から羨ましがられるこの日本、四季が巡るようにして命はへめぐる。どういう具合に命はそうやってスパイラルでへめぐっているかっつうと、必ずこの4つのプロセスに乗っかってへめぐっていますっていう、そのプロセスをお話しします。よろしいでしょうか？はい。まず命はドキドキワクワクします。惚れるっていう、何かにときめく、燃えるって言ったりする。燃えるっていうのもこう煉獄さん的な心にこう燃え上がる何かっていうのもあるし、草木が燃えるように、燃え出すように、ちょっとそわそわいいな、あれはなんかこれってフィットするかも、ワクワクみたいな風に、まず惚れるって言います。これを少し、漢語で堅苦しく言いますと、敏感な状態、センシティブな状態です。敏感な状態、センシティブな状態になる。命がワクワクするんですね。そのワクワクした命は、その次に待っているのは、必ず惚れた後では、何かに惚れた後では晴れます。晴れるっていうのは炎症を起こすだ、熱が出るだ。あの人好きってなった後、心が炎症を起こしてしまうんです。なぜ炎症を起こすのか、心が腫れてしまうのか。それは何かを好きになって命が新しい方に向かっていってるってことは、今までの何かいらないもの、余った毒素を命は排泄できるタイミングになったってことなの。命はね、いつでもね、わしらの恒常性、ホメオスタシス、命はホメオスタシス、恒常性を保つために、いらないもの、毒素、余ったものを捨てる必要があります。いらないものを捨てます。で、いらないものを捨てるにあたって、いらないものをいらないものとはっきり認識して外に出すにあたって、命は必ず腫れ上がる、炎症を起こす。インフラメーション、en français、インフラマション炎症を起こします。熱が出る。うおーっとなる。人間関係だと人間関係でもうおーメラメラメラーっとなる。行くぞーっとなる。やってられるかこんなもん、こっちに行くぞーってなる。そうやって命が燃え上がることによって、いらないもの、
余ったもの、毒素を排泄する。これを英語でデトックス、漢語で排泄。昔ながらの言葉では抜く、抜き捨てる、出す、抜いて出すんですね。これとっても心地よいです。燃え上がって炎症を起こすのも腫れるのも心地よい。そしていらないものを出してる瞬間、余った何かを出してる瞬間、とっても心地よいです。そしていらない余った毒素を排泄した後、命はすっきり生まれ変わったようになって緩みます。うわー、もう息をしてるだけで心地よい。ゆったり。これ何に似てるかっていうと、わしらの呼吸の4つのサイクル。わしが気、霊、連、楽って言ってる。あの4つのサイクル。喜怒哀楽っていうとね、怒とか愛ってあんまり人は喜ばないんだよ。だからわしはね、まず気、大笑いする。霊、いけーって励ます。励ますのを霊っていう。奨励の霊ですね。奨励する。そして、愛っていうより、なんかもう胸がいっぱいで胸式呼吸、恋しちゃってる状態なので、これを連って呼びます。気、霊、連絡。この4つの吐息。わははは笑って、うわもう敏感になって箸が転んでも笑っちゃう。キャーっていう、こういう敏感なセンシティブな状態。これが笑いですよね。喜怒哀楽の喜ね。で、綺麗連絡の霊っていうのが、いけー絶対できる心に燃やせーっていう、これが炎症の状態、惚れる状態、腫れる状態ですね。炎症を起こして、なんで炎症を起こしてるかっていうと、心地よく次にいらないものを排泄できるように熱出して炎症を起こして免疫機能が働いて、いらないお腹の中の宿便は出した方がいいから、ちょっとここが緊張して敏感になった後痛くなったりして、それからいらなくなったこう肺の中に溜めた毒素余ったものって痰として出した方がいいからまずここが炎症を起こして、それから咳をできるようになる。そうやっていらないものをね排泄してる最中、排泄できるように炎症を起こしてる最中、めちゃめちゃ心地よいです。楽しんじゃえば。そしてその後排泄した後、ゆったり緩んでバージョンアップ。命がさらに大きな広い環境に、多様な環境に適合できるようにバージョンアップ。これが弛緩した状態。生きてるだけで幸せ。緩んでる状態。あらゆる命はこの4つのプロセスをへめぐっているのであります。これを命へめぐるって呼ぶ。ここまでよろしいですか？じゃあ具体例をお話しします。身近なところでは家族との暮らし。まず緩んでる。これは大学生にインタビューというかアンケートを取ってみると、どんな結婚生活がいいですか？どんな風に彼氏彼女と一緒に暮らすのがいいですか？どんな家庭を築きたいですかって聞くと、ほとんどの方が平和で波風立たない家庭とか答えるんだそうですね。そんなのは無理です。はい。まずもうわしら一緒にいるだけで幸せ。あなたが隣にいてくれるだけで幸せ。そうやってゆたーっと長い息で過ごしてると、やっぱり相手の魅力っていうのがいろいろ目について、やっぱりこういうところがいいな、こういうところになんかワクワクしちゃうんだなって言ってドキワクして改めて相手に惚れ直す。で惚れてるだけでうわなんかワクワクドキドキそわそわみたいになってくると、いよいよお互いの間にいらないものが溜まってきて、それを排泄できるっていうちょうどいいタイミングでお互いにどっか何かを応援しに行ったりして、2人で一緒に行けーやれー、2人でお山に行って一緒にヤッホー、2人で滝がこう滝壺なんかに行って滝2人で一緒に入ってキャー大声出すわけですね。2人で一緒に大いに大声を出します。はしゃぐわけですね。
何かを強く応援したりはしゃいだりする。そして大いにはしゃいだ後ではなんか胸式呼吸、胸がこういっぱいになっちゃって、なんかこうじゃあ2人で久しぶりにアニメ見ようかみたいになって、で2人で同じアニメを見て泣いたりするわけですね。涙排泄ですね。そして2人で一緒に泣いた後では改めて、ああやっぱり自分たち一緒にお互いにこうやって近くにいられるだけで幸せだなっていうふうになる。こういう好循環、これを命がへめぐるって言います。晴れやかに命がへめぐっているケースです。御宝を開くのはこのせっかくの命の好循環を快美悦楽、なるべく楽しく嬉しく面白おかしく心地よく命へめぐった方がいいから、心地よく命をへめぐることができるように御宝開いているんです。じゃあここで御宝を開かないでいる人たちがどういう具合に悪循環を起こすかというと、まず穏やかな呼吸の時、お互いに退屈する。なるほど。なんかこの人つまんねえな、面白いことねえかなって退屈する。そして面白いものを自分にもたらしてくれない、自分に快感をもたらしてくれない相手に対してドキドキワクワクとかする代わりにイライラムカムカする。何こいつ、何ちょっとはこの人私にこれをくれたっていいだろう、くれよくれよくれよ、胸がペコペコなんだよ、こっちは。こっちの胸の上乾き満たせよ、つうか誰でもいいからこの胸の上乾き満たしてくれよ。ムカつく、イラつく、なんか気持ちがなんていうか毛羽立つ、こういう感じで敏感になってしまう。これ悪循環ですね。その後何が待ってるかっていうと、こういう時必ず人と向かい合ってしまったりする。向かい合うっていうのはこれね、現代の病気です。コンフロント。日本人は向かい合ったりしない。もともとお互いに並んで同じ方を見るんだよ。お互いに並んで同じ美しい景色を見るんだよ。向かい合ってどうすんだよ。落ち込んでる時向かい合ったら自分の落ち込みが見えるだけだよ。相手の落ち込みが見えるだけだよ。向かい合ってどうすんだよ。それが向かい合って大体な、お前のせいで、いやいやあんたのせいで、いやだからお前のせいでっていうか、それはあんたのせいだろ。じゃあ自分がいなくなればいいわけ。私なんていなければいいわけ。私そんなこと言われたってできないしぐわー炎症っていうか炎上ですね。これはね、これ悪循環。炎症の楽しみ方、これ間違ってるっていうか知らないんだと思う。同じ方を向いて一緒に応援したり、一緒に同じ風景見てイエイヤッホーって言ってたらいいじゃんね。これは命がへめぐってるんじゃなくて悪循環です。でお互いに怒鳴り合った後、一人でプイって一人でメソメソする。全然自分のことを分かってくれない。最初から人の気持ちなんて分からないんだ、あの人は。メソメソ、ぐじぐじ、ドロドロみたいな。こういうのは命をへめぐるとは言わない悪循環です。でその後泣き止むと、もうあんなやつうんざりだわ、こんな人生飽き飽きしたわって退屈する。ちなみにわし退屈する瞬間ってないです。退屈っていうのを感じることができない人なの。これはもうわしと時間を過ごしたことのある人なら誰でも知ってる。退屈できないの。それで何かに対してイライラムカムカし続けるってことはできないの。イラってきたら、しょうがねえな、こういうところは面白い、こういうところはワクワクするし、こう転換しちゃうわけ。好循環に持っていくの、晴れやかな方に持っていくだ。これは
ずーっと見たから開いていたらできます。誰でもできる。命はいつもへめぐっている。命はいつもへめぐっている。命はいつもへめぐっている。へめぐっている命っていうのはいつも休むことがない。いつでもへめぐっている、どこかのプロセスの途中にあるっていうことなんだよね。命はそのどっかのプロセスで停滞して休むってことはないんです。いつも動いている。いつでもどっかのプロセスの途上にある。だからそれは他のあらゆる命に共通していることで、今、花が敏感になってこうみんながこう発散してワクワクドキドキハラハラしてくる季節なんだね、この春はね。でそれから今春は冬に溜めた毒素を排泄する時期、思いっきりいらない毒素を排泄する、そういうなんか命の解毒機能が盛んになっているところがあって、解毒っていうのはね、これを怠ると命は死にます。解毒って言っても毒を排泄するっていうだけじゃなくて、余ったもの、いらないもの、余ったもの、いらないもの、毒素、これ命はいつでも排泄してないと毒をためて、いらないものをためて終わりです。闇っていうのはもうそれで終わりってことだからね。これうっかり炎症排泄ってプロセスを経ないで、うっかりそのまま、抑圧してしまうと、炎症を抑圧する、排泄を抑圧する、よくね症状と勘違いしてあるんだよね、抗生物質ですよね。止めてしまう。そう止めてしまう。そう大声を出したい時にそれを抑圧する。子供なんて大声を出すことで免疫力を上げてるのに、大声出しちゃいけませんというのは、あれなんていうか命に対するあれはかなり残虐非道ですね。大声を出させちゃいけない。命が盛んに動いて踊って汗かいて大声出して炎症を起こしていらないものを排泄しようとしている、その命のプロセスを頭でっかちにこう命が停滞している大人がもし止めてしまうとしたら、もったいないと。もっと話してほしいね。話して動いて、そのね、いらないもの、余ったものをどんどん出していった方がいい。お互いね、命だからね。これがうっかりね、その炎症を起こす、人と人の付き合いっていうのも、お互いにいらないもの、お互いの関係の中でいらないものを排泄するのに、必ずぶつかり合って排泄します。ぶつかり合って炎症を起こして排泄する。このぶつかり合って炎症を起こすっていうのを、怖がっていたり、オフしてビビっていたりすると排泄はできない。だからその関係っていうのは終わりになります。ぶつからずに我慢してたり。我慢してたら必ずどっかで爆発するんですけどね。だからその衝突、ぶつかり合う、お互いにいらないものを排泄しようとしてぶつかり合って炎症を起こす、これもどんなに穏やかなやり方でもいいし、いろんな方法があるからね。いろんな方法、見たから開いて晴れやかに排泄するというのがおすすめです。もちろん見たから開いて晴れやかに、見たからなんで開くかって言ったら、このプロセスをなるべく晴れやかに経過して、晴れやかにこうプロセスを体験しながら命をバージョンアップさせていくっていうのが、これが目指すところだから。どっちにしても放っておいても命はへめぐるから、だからね、バージョンアップさせようと思ったら、やっぱりお互いにぶつかり合って調整し合って、いらないものを排泄して、いらないもの毒素を捨てて、それで大きなバランスをとっていくっていう、これやむを得ないんだよね。どんな命もこのプロセスは減るので、これをいかに抗生物質で止めてしまう、頭でっかちに止めてしまうと命は終わりになってしまう。これは綺麗だね。抗生物質でだってさ、敏感炎症排泄しかもその炎症排泄のプロセスを抗生物質で止めてしまうと、いきなりがんとうつ病が急増するというのはね、ごくごく当たり前に知られていることなのね。そのプロセスを止めちゃいけない。プロセスを促す。そしてプロセスがこの命の道が素早く減ること、どんどんプロセスが減るっていうこと、停滞しないで、そう地が素早く減ることを昔の人は地早降るって言ったんだよ。そう命の道、地の道がどんどんその経ていく、降る、地の道がどんどん降る、次々に降る、地の道が次々に命のへめぐる速度が寝ちゃうよ。もう次々に素早く、
螺旋状にっていうのかな、このスパイラルに末広がりに加速していく、この状態をちはやふるっていうのは天才の境地ですね。さっさと敏感になって、さっさと炎症を起こして、さっさと排泄して、さっさと穏やかに緩んで、たちまちバージョンアップして、またワクワクドキドキ、そしてうわー動かし出して、うわーとなって、それでいらないものはまあ泣いたり恋したり感動したりして、いらないものはたーちゃん案内出してくださいどうぞ。そして大きく緩んで生きてるだけで平和というたーちゃんが歩いてるのが多分なるべくつっかえないで速やかに進めていった方がいい。ちはやふる、これは神にかかる枕言葉ですね。神がかってくるにつれてわしらはますますこの命へめぐるプロセスというのは加速して、スイスイスイと突っかからずに引っかからずにこだわらずにスイスイと命のプロセスをへめぐっていくようになる。どっか写真だかもしれない。